こんにちは、みえこです。前回の作品で残ったキルト綿で作ったこの小さなポーチ、完成したので皆様にご紹介します。これね、中に入れて使うこともできるし、このまま1個だけ使っても可愛いので、ぜひ作ってくださいね。簡単にできますよ。それでは作ります。まずね、このキルト綿、これ前回使ったものの残りです。でも初めて作る人は四角いままでキルト綿を使うといいと思います。で、大きさですが、これ8センチの四角い紙ですね。で、それを使って円を描いています。これで曲線を作ります。コーナーね、2箇所線をつけて、これを切りますよ。布を縫います。で、半分ずつの人もこのようにしてね、縫いますよ。では半分の人用の説明しますね。4枚の 3.5 センチ幅の布を順番に並べて配色を決めます。で、これをキルト綿の上に縫いますよ。布がキルト綿より7ミリぐらい外側に出すようにして針で留めます。で、これを7ミリの縫い代で縫いますね。で、これ4枚順番に縫いますね。半分できました。残り半分も同じように作ります。そしたら余分な布をカットします。7ミリから1センチぐらいの大きさにカットするといいですよ。後からもう一度カットします。キルト綿の端をこのように重ねて縫います。でね、このようにできます。それを2つ作りますよ。簡単にプレスします。そしたらこれをね、
大きさをきれいに合わせてカットします。なのでこのキルト綿のコーナーの部分を針で留めて大きさを合わせます。布をこのように合わせてカットします。ここね、きれいに合わせておくと仕上がりきれいにできますよ。次ね、裏布を用意します。このように合わせて上ね、縫います。キルト綿の端を縫います。縫ったら表側にして針で留めてプレスします。でこれね、接着キルト綿を使っているので裏布がぴったりついてキルトがしやすいのでおすすめですよ。そしたら中心から飾り縫いかキルトをします。これができたものね。でこれね、トップより裏布が7ミリ大きくなるように切ります。大体で大丈夫です。もう一度カットするのでそしたらこの2枚をね、表を外側にしてミシンで縫います。縫うのは表布の端です。次に縫い代もう一度切ります。今度ね、5ミリぐらいの縫い代にカットします。ここ丁寧に切ります。そしたら裏側を見ながらもう一度縫います。この時1センチぐらいの縫い代で縫います。
そして表に返してほぼ完成していますね。このようにできますから、紐とこれ中心にねスナップボタンつけましたが、今家にねこの黒いのとシルバーしかなかったのでこれつけます。縫い代の端のところに細いリボンをつけましたが、首から下げて使いたい人はもう少し広い幅の紐をつけると丈夫でいいと思います。ポーチとして使うには細くても大丈夫です。ね、このように作ります。結構入りますよ。で、先日作ったカバンの中にぴったり収まるので、ぜひ作っていただきたいポーチです。今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。